皆さんこんにちは。気になる車を詳細検証するオーナーズアイ特別編のオフロード版を担当している川村です。車の取扱説明書といういつものコンセプトはそのままに、オフロード走行時の基本となる扱い方をご紹介していきたいと思います。今回扱う車は三菱デリカ D5 です。グレードは P、8人乗車のモデルです。お気づきと思いますが、この車には最大積載量 50kg のルーフキャリアやリアスポイラー、マッドフラップ、アルミホイールなどの純正アクセサリーがたくさん装着されています。武骨なルーフキャリアが似合ってしまうのもデリカならではの魅力ですね。実はタイヤも変わっています。メーカー純正品はオンロードを重視したタイヤですが、この車にはオンもオフもマルチにこなすオールテレーン系のタイヤが装着されています。タイヤサイズは純正と同じです。さて皆さん、デリカとオフロードを語る上で外せないのはそのタフな 4WD システムだと思いますが、本題の D5 のことを解説する前に、デリカの 4WD がどのように変化してきたのか、軽くおさらいしておきましょう。デリカは1968年にトラックとして生まれ、翌年には商用及び乗用のワンボックス車が登場しました。4WD が搭載されたのは1982年のこと、2代目スターワゴンの時です。同じ年に初代パジェロが発売されており、デリカも同じ 4WD システムを搭載しました。はしごの形をしたラダーフレームに、フロントサスは独立懸架、リアサスはリーフリジットという基本構造もパジェロと同じでした。ハイ、ロー、2段階に切り替えられる副変速機を備えた FR ベースのパートタイム 4WD でした。そして1986年、スターワゴンの2代目、デリカとしては3代目のモデルでモノコックボディを手に入れます。4WD システムの基本は変わりませんが、外径 733mm の体型タイヤと優れた対地アングルを手に入れ、ワンボックスのオフロードキングの名を欲しいままにしました。そして1994年には、2代目パジェロの駆動系をモノコックボディに収めた4代目デリカスペースギアが誕生しました。従来まで全席の下にあったエンジンは前方に移動しましたが、FR ベースの本格的な駆動系を床下に収めつつ、乗車空間をフラットにするために、かなり高めの車高が与えられていました。2代目パジェロ同様 2WD の他に、オンロードでも使えるフルタイムの 4WD とセンターデフロックの 4WD、そしてローレンジの 4WD を備えていました。そして2007年に5代目デリカ D5 が登場しました。この車はよりスペース効率に優れた横置きエンジン FF ベースの 4WD システムを搭載しました。サスペンションはフロントがストラット式、リアがマルチリンク式と前後ともに独立懸架式です。ハイ、ロー切り替え可能な副変速機はなくなってしまいましたが、車高を大幅に上げることなく、広くて快適な車内空間を得ることに成功しています。特徴的なのは、リブボーンフレームと言われる構造です。その名の通り、肋骨のようにボディを環状に包み込む強化骨格が、アンダーボディの丈夫な補強用骨格と結びついています。下から覗いても、一見ラダーフレームかと思えてしまうほど太いビルトインフレームが存在していることがわかります。これにより、オフロード走行も苦にしない高い剛性を手に入れています。なお、2019年には外観や内装が一新されたほか、2.2 リッターディーゼルエンジンにも大きな改良が加えられ、ミッションも6速から8速に変更されました。この映像ではこれ以降のモデルを新型 D5 と呼んで、従来型 D5 と区別しますのでよろしくお願いいたします。前後の重量バランスは
56対44と FF ベースの4駆にしては優れた数値です。ただし、エンジンやミッションなど重たいものが車軸よりも少し前寄りに配置されていることは覚えておきましょう。これはホイールベースを基準に歴代デリカのサイズを合わせたものですが、フロアの高さはもちろん、着座位置も D5 が最も低く、かつ自然な高さで、オフロードで車が左右に傾いても、さほど怖くはないと思います。オフロードを走るにあたって大切なのはその対地アングルです。私は必ずオフロードを走る前に車を真横から眺めてその角度を確かめるようにしています。デリカ D5 はミニバンとしては大きめのアプローチアングルが取れていると思います。後ろのディパーチャーアングルは前よりさらに大きな角度が取られています。そしてこの角度をランプブレークオーバーアングルと呼んでいます。坂の頂上で必要になる角度と覚えれば分かりやすいと思います。ただしフロントのアプローチアングルはバンパーのこの部分が規制をしてしまっているのですが、タイヤの直前方向に限って言うとここまで大きなアプローチアングルが取れることになります。タイヤを切るとさらに大きなアングルが得られますので、どうしても越えたい段差がある場合には斜めにアプローチすることで解決する場合があります。オフロードを走る場合、車の一番低いところがどこなのかが気になりますが、デリカの場合フロント周りはこのアンダーガードがフラットで同じ高さです。実測でだいたい180ミリぐらいです。その他はリアサスよりマフラーの方が低く見えましたが、低いところでも185ミリくらいのクリアランスが保たれていました。フロントには左右2箇所に牽引フックがあります。樹脂パーツが少し邪魔をしていて、ある程度大きな U シャックルを使おうとすると入れるのに少し手間取ります。こうしたフックタイプやフック付きのクッションロープの方がいいかもしれません。なお、U シャックルを締め切った後、最後に半回転だけ戻すことを忘れずに。こうすることで牽引後にきつく締まって回せないというトラブルを防ぐことができます。ジャッキアップをする際は、このようにジャッキアップポイントを利用します。ですが、純正の電動サイドステップがついている車は、リア側がやや面倒になっているので、明るい時に一度確認しておくことをお勧めします。また、純正のパンタジャッキの上げ幅も、純正タイヤサイズで割とギリギリですので、タイヤを体系化された方は注意が必要です。また、フロアジャッキを使う場合も、新型になって前側のジャッキアップポイントが奥に移動したため、全長の短いフロアジャッキで作業することが難しくなっています。せっかくですので、全長も上げ幅も大きめの本格的なフロアジャッキの導入をお勧めしておきます。さて、D5 は FF ベースの4駆だとお伝えしましたが、その駆動モードによる違いを観察してみることにしましょう。これが 4WD の時。そして、これが 2WD、つまり FF の状態です。あれ、後ろのタイヤも回ってしまっていますね。実はこれ、後輪に駆動力を分配する方法が影響しているのです。これが D5 の 4WD システムです。横置きのエンジンからミッションを介して前輪を駆動させ、その駆動力を真ん中のプロペラシャフトで後輪に伝えています。その駆動力を伝えたり離したりしているのが、リアデフ手前の多板クラッチ、つまり電子制御カップリングなのです。この多板クラッチをギュッと締め付ければ後輪にたくさんの駆動力が伝わりますし、多板クラッチの隙間を空けていけば駆動力は伝わりづらくなっていきます。とはいえ、クラッチ板同士の隙間を空けたところで、ほんの少し擦れているわけです。したがって、路面抵抗が全くないこのような状況では、後輪が回ってしまうわけです。ここで、サイドブレーキで後輪にだけブレーキを与えれば、後ろのタイヤは完全に止まります。この多板クラッチをどのくらい強く押し付けるかで、
後輪への駆動力の配分比率は変わっていきます。D5 の駆動モードには 2WD の他に 4WD と 4WD ロックモードがありますが、このどちらの場合でもセンターデフロックのように前後の駆動輪が直結状態になることはありません。三菱自動車も公式にこう言っています。4WD ロックモードを選ぶ場合は、走行シーン、路面状況によって直進性を高めたいと感じたときに気軽にセレクトすることをお勧めします。つまり 4WD ロックモードはオンロードでも使ってもいいのです。というわけで、直結 4WD のジムニーシエラの時に発生したタイトコーナーブレーキング現象は D5 では起きません。デリカではこの通り 4WD ロックモードですらタイトコーナーブレーキング現象をほぼ感じないのです。ダートでの比較もわかりやすいです。直結 4WD の車はステアリングを切った際の前後輪の軌跡の違いから生まれる回転差をタイヤの強制スリップという形で処理しています。ところが D5 は多板クラッチのカップリングが前後輪の回転差の緩衝材となってくれるために強制スリップを誘発していないのです。これを極低ミューロで置き換えて考えてみてください。D5 の 4WD はアイスバーンなどでハンドルを切ってもタイヤをスリップさせないことはもうお分かりですよね。その意味で D5 の 4WD はロックモードであっても日常的に扱いやすいシステムだということができるのです。これはルーズな姿勢とオフロードに適した姿勢の前方視界を比べたものです。暗いところが死角です。私の場合、その差は2メートルに達しました。このようにルーズな姿勢で座っていると、とっさにステアリングが回せないだけでなく、急な坂を登っているときにフットペダルを奥まで踏み込めなくなったりします。まず、シートの高さ調整ができる車種であれば、死角を少なくするために座面を高く上げます。そして、お尻をシートの奥にしっかりつけた状態で、すべてのペダルを奥まで踏み込めるよう座面をスライドさせ、ステアリングの10時10分の位置を握った時でも、肘に十分な余裕が生まれる位置まで背もたれをしっかり起こします。オフロードではステアリングの操作が増えるので、いつでも素早く回せるよう肘に余裕を持たせておく方がいいのです。停止状態から再発進するときなどは、マルチアラウンドモニターも活躍してくれると思います。でもオフローディングは目視が基本です。段差の高さや穴の深さは実際に目で見た方がわかりやすいと思います。最後に空気圧のお話です。D5 の指定空気圧は 225-55R18 の場合 240kPa ですが、これより高い空気圧でオフローディングすることはお勧めしません。オフロードでは空気圧が少し低めの方がタイヤの接地面積が増し、より良いグリップが得られるからです。そうかといって、本格 4WD 車のように空気圧を下げてオフローディングした方がいいのかといえば、一概にそうとも言えません。空気圧を下げれば最低地上高が下がり、車の下回りをぶつけやすくなるからです。特に55扁平など空気の絶対量が少ないタイヤでは、少し空気圧を下げるだけでかなりの影響が出ます。また、タイヤとディファレンシャルの高さが常に変わらないリジットサスペンションの車と違って、独立懸架の車はサスペンションが縮むことによって地上高が低くなってしまうという特性を備えています。場合によっては高さ15センチの突起にぶつかってしまうこともあり得るのです。どんな場合であれ車をぶつければ気分が落ち込みます。個人的にはD5 のノーマルサイズのタイヤでオフローディングする場合には指定空気圧のままでいいのではと考えています。
では 2WD、FF の 2WD 状態でこの坂を登れるか行ってみたいと思います。少しだけ勢いをつけて登ります。はい、 2WD だとここまでですね。もう一度見てみましょう。前輪がスリップを始めると、車の頭が右へ動き出し、逆ステアを当ててもそのまま右へ向かっていますね。これは重たい頭が下に落ちていこうとする動きです。このように意図せず頭が振られる動きを感じたら、悪あがきはやめてください。そのまま前輪を回し続けると、最悪の場合、車が坂の上で横を向き、横転してしまいます。坂の上で斜めになってしまった場合は、まず車をまっすぐに戻すことを優先します。バックギアに入れ、ハンドルを切り、ブレーキを優しく緩めながら、ゆっくり降りてあげましょう。坂に対して車がまっすぐ向いていれば、危険なことはないのです。で、次は 4WD オートモードで登りたいと思います。ギアはマニュアルスポーツモードの一足を選択しています。はい、ここでギア選びの話が出てきましたが、このようなヒルクライムを登るときは、どのようなシフトポジションにしたらいいのか、少し詳しくお伝えしましょう。新しく8速の AT を手に入れた D5 は、低速ギアの値がより大きくなりました。実際には、デフのギア比も一緒に変わったので、比べる場合は、ミッションとデフのギア比を掛け合わせた総減速比を弾き出す必要があります。まあ、総減速比の数字が大きいほど、よりゆっくりトルクフルに走れると覚えておいてください。新型の方がやはりオフロードに適していることがわかります。いずれにせよ、D5 でオフロードコースをゆっくりクローリングする場合には、もっぱら1速と2速だけを使います。このヒルクライムも1速だけを使います。途中で2速にシフトチェンジされてしまっても、トルクが不足して失速してしまうので、シフトレバーを M のマニュアルモードにして、パドルシフトで1速を選ぶようにしましょう。なお、パドルシフトのレバーは、ステアリングコラム側についています。4WD オートモードで登りたいと思います。ギアはマニュアルスポーツモードの一速を選択しています。2WD の時と同じ速度で登ってみましょう。さあ、後ろがどのぐらいかくでしょうか。あとちょっとで頂上でしたね。もうちょっと勢いがあったら登ってたかなと思います。ステアリングで初速をつけないようにバックギアに入れつつ、車体をまっすぐに坂に下ろすのがセオリーですね。傾いたままだと坂の上で転がってしまうので、上の方がかなりふかふかなのでちょっと登りきりませんでしたが、さすがに 4WD オートモードかなり上まで登れました。もう一度見てみましょう。坂ののり面が少し右に傾いていることもあり、やや左に当て舵をしたまま登っていますが、途中で意図せず車が右に向かいスタックしています。直進性があまり良くなかったのと、最後の粘りに欠けています。
バックで下る際、フットブレーキではなくエンジンブレーキを使った方が安全ではとのご指摘もあると思いますが、 D5 のバックギアの総減速比ではこの斜度でエンジンブレーキを効果的にかけることはできません。結構なスピードがついてしまいます。バックの際は前を向き、左右のミラーを交互に見ながらまっすぐ降りるようハンドル操作に集中してください。よくバックする際に後ろを振り向かれる方がいますが、ハンドル誤操作の原因になり、私はあまりお勧めしません。次は 4WD ロックモードで登ってみたいと思います。ミッションはやっぱり M スポーツモードの一足です。先ほど少し掘ってしまったのでラインを左に変えます。力強いですね。もうさすがにロックモードですね。ヒルクライム危なげなく登りました。やっぱりこういった低ミューロでのヒルクライムともなると、最初から前後の駆動輪に駆動力を配分している方がいいですね。かなりな急坂でしたが難なく登りました。もう一度見てみましょう。直進性もトラクションも申し分ないですよね。 4WD ロックモードは直結こそしていませんが、 4WD オートモードより積極的に後輪に大きなトルクを配分しているモードです。前輪がスリップしたとかしないとかにかかわらず、後輪をあらかじめしっかり回しているわけです。地面の凹凸やミューが刻一刻と変わるような状況では、最初から全力投球の4駆で走っていた方が直進性が増し、姿勢も乱れず変なところでスタックしたりしないのです。それではこの急な坂を下ってみたいと思います。デリカの場合はダウンヒルコントロールがありませんので、電子制御に頼らずにブレーキでなるべく坂の初めに初速がつかないよう注意して降りることをお勧めします。ゆっくりゆっくり、そしてブレーキを強く踏むとロックしてしまうので、足の裏で路面を感じながら徐々にブレーキを緩めるような感じで坂の下に向かって降りていきましょう。そうすることで安全に降りられると思います。エンジンブレーキを使っても減速できると思いますが、この斜度では時速10キロを軽く超えてしまいます。今回は坂の下の方にちょっとした段差がありましたのでやめておきました。なお 2WD 状態ではエンジンブレーキが2輪にしかかからないので、必ず 4WD モードの、それもロックモードに入れてください。最後はトラクションコントロールの働きを見るべくモーグルを走らせてみました。スキーのモーグル競技を思い描いていただければ良いのですが、ちょっとした小山が左右交互に配置されており、前後左右のサスペンションが交互に伸びたり縮んだりするような地形です。このような地形で前後のタイヤが1輪ずつ空転してしまうと 4WD 車でもスタックしてしまいます。車には左右輪の回転差を許容するディファレンシャルというものが備わっているのですが、片輪が浮いて空転してしまうと反対側の設置しているタイヤも回すことができなくなってしまうからです。この状態が対角線上のタイヤで起き、身動きできなくなってしまうことを対角線スタックと呼んでいます。そんな時、浮いて空転しているタイヤにブレーキをかけてあげると、疑似的に設置した状態を作り出すことができます。ただ、そのままブレーキをかけたままでは車を前に進められないので、コン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 と断続的にブレーキをかけてくれるのです。聞こえますか？
これがトラクションコントロールの制御の音です。この時、ドライバーがやるべきことはただ一つ。断続的なブレーキに負けないようアクセルを踏み増していくだけです。はい、脱出できましたね。ただし、ぬかるみや砂地などから脱出したいとき、安全のためエンジンが回らないよう制御されたりすることがあるので、そんな時はこのアクティブスタビリティコントロールのオフスイッチを3秒以上長押ししてください。ブレーキ制御もなくなり、エンジンも思う存分ぶん回せるようになります。いかがだったでしょうか。手頃なボディサイズにパワフルで燃費に優れたディーゼルエンジンと信頼できる 4WD システムを組み合わせ、家族をどこへでも連れてってくれるデリカ D5。 ガレージに止めていても、明日は河原へ行こうよ、林道へ行こうよなんて語りかけてくれるミニバンは世界広しといえどこのデリカ D5 だけだと思います。1000台や先々代の 4WD の方が良かったというユーザーもいるとは思いますが、正しく操作するには高い知識が要求されるシステムでもあったのです。4WD は実際に使ってこそ価値があるものです。最も頻繁にかつ気軽に四駆を使い倒しているのはおそらくこの D5 のユーザーなのではと私は考えています。それくらい扱いやすいシステムだったからです。さあ、もしあなたが世界でも類を見ないこのミニバンを手に入れることができたなら、たまにはオフロードに連れて行ってあげてください。ただしぶつけちゃダメですよ。それではまたお会いしましょう。